家庭菜園には決して破ってはいけないセオリーがあります。それがマメ科の連作です。しかし、エンドウを片付けた直後にインゲンをまき、見事にリレー栽培を成功させる熟練者たちがいます。連作がタブーなはずのマメ科なのに、なぜ彼らは致命的な病気を避けることができるのでしょうか。実はその謎を解く鍵は、私たちの足元で密かに繰り広げられている地下の取引にありました。植物は根から土の中に潜む住人たちへ向けて特定の化学信号を放ちます。ドラマはこのシグナルが伝わるところから始まります。土の中には特定の植物とだけつながる暗号化された専用回線が存在します。エンドウは土の中の無数の菌の中から自分専用のパートナーだけを呼び覚ます科学のパスワードを持っているのです。これに応えて根粒菌もシグナルを放ちます。合言葉を聞き取った根粒菌が根に近づき、細胞の扉が静かに開く。その先で菌たちは住まいを得て、お返しに窒素という恵みを提供します。まさに地下で結ばれた共生契約の拠点です。ここからが連作のミステリーです。エンドウの後にインゲンがやってきても、インゲンはエンドウとは別のパスワードを使います。そのためエンドウが築いた取引相手とはつながりません。だからこそ土の中でネットワークの奪い合いが起きないのです。インゲンは土壌に残されたエンドウ専用の根粒菌には目もくれず、自分専用の新たなネットワークを築いていきます。マメ科の連作がタブーとされるのは、エンドウとソラマメのように同じパスワードを使う植物を続けて植えてしまい、特定の菌や病原菌を極端に偏らせてしまうからなのです。では、化学シグナルが変わると、土の中の病気のリスクはどう変化するのでしょうか。ここで登場するのが根から分泌される心室液です。植物は光合成で作った糖やアミノ酸などの炭素化合物を根から土へと放出しています。有益な微生物を呼び寄せるための栄養源ですが、同時に特定の病原菌をも引き寄せてしまいます。同じ作物を植え続けると、その心室液のメニューを好む病原菌が土の中に蓄積し、これが連作障害の大きな原因になります。しかし、ここでインゲンに切り替えるとどうなるか。植物の種が変われば、根から出る心室液のレシピもガラリと変わります。結果としてエンドウの病原菌はエネルギー源を失って勢力を落とし、代わりにインゲンのレシピを好む別の多様な微生物たちが活性化始めます。リレー栽培が成功するのは、病原菌を薬で全滅させたからではありません。分泌物のレシピを変えることで、地下の微生物バランスを上手に書き換えているからなのです。パスワードも根からの分泌物も違う。だから科学的にはこのリレー栽培は成立します。ならグループさえ変えればマメ科はいくらでも連作していいのか？そう単純ではないのが自然の奥深さです。一般的なマメ科の連作が今も推奨されないのには、大きく3つの科学的な理由があります。1つ目は病原菌の潜伏です。別のマメ科の生態系へ切り替わっても、エンドウ時代に増えた
フザリウムなどの病原菌が完全に消えるわけではありません。彼らの中には土の中で何年も潜伏するものもいて、インゲンの根が弱った隙を狙ってきます。2つ目は持毒作用と線虫です。植物の中には自分の周りに他の植物が生えるのを防ぐために根から毒素を出すものもいます。これをアレロパシーと呼びます。根から出る化合物や残渣由来の物質が次に育つ植物や微生物に影響し、生育を抑え込んでしまうことがあります。また複数のマメ科植物を好む線虫も存在し、それらが土の中に蓄積していくリスクも避けられません。3つ目は栄養バランスです。マメ科は空気中から得られる窒素以外にも、実を太らせるためのリン酸やカリウム、そして微量要素など多くの養分を必要とします。似たような作物を続ければ根の吸収パターンが重なり、土の栄養バランスが大きく偏ることもあるのです。エンドウからインゲンへのリレー栽培は条件が合えば成立することがあります。しかし一般論として安心して進められる方法ではありません。仕組みを知れば地下の関係が切り替わるタイミングを少しずつ読み取ることができます。しかし一部の働きだけを急がせても土全体のバランスが置き去りになればやがて無理が出てきます。ここで私たちの視点を広げてくれるのが以前の動画で手に入れた4つのレンズです。根粒菌とのつながり、根源の命の循環、滲出液が運ぶ炭素、そしてそれらを支える土の住処。この4つは独立したものではありません。すべてが噛み合いながら土の中の営みを支えています。根粒菌とのつながりだけを見ても、根から出る炭素の流れが変われば集まる微生物も変わります。微生物の循環が変われば土の住処も少しずつ変わっていきます。マメ科の連作は同じ場所に続けてはいけない。これは先人たちが経験から導き出した大切な知恵です。しかしそのルールをただ文字通りに守るだけでは土の中で起きているダイナミックな営みは見えてきません。大切なのは定説をしていることではありません。その定説が土の中のどんな仕組みを見ていたのかをもう一度読み直すことです。地下のミクロ世界で今何が起き、何が切り替わっているのか。その仕組みが4つのレンズを通して見えてくれば、あなたの家庭菜園は古いルールに縛られる場所ではなく、土と相談しながら育てていく、もっと自由で豊かな場所へと変わっていくかもしれません。この動画が畑を見る視点のヒントになったら、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。